ここは神戸の港川新海地というところです。神戸ではとても治安の良い町として知られています。大変個性的で面白い町なので、今回はこの町の現在と成り立ちを紹介します。一般に流布している神戸のイメージとはかけ離れている感もありますが、戦前はここが神戸の中心でした。神戸タワーという東洋一と謳われた塔も建っていました。当初は港川を埋め立てて新しく開いた地という意味で港川新海地と言っていましたが、現在はざっくり港川公園から海側のエリアが新海地で、港川公園から山側のエリアが港川です。ちなみに神戸電鉄神戸高速線の港川新海地間は日本一短い鉄道路線として知られていて、距離は400メートルほどで、電車に乗れば1分で着きます。駅に行ってホームに降りて、電車を待って、着いたらまたホームから上がって、という手間を考えると歩いた方がよっぽど楽だし早く着きます。要するにほぼ同じ場所なわけです。港川は1918年開設の公設市場をもとに発展し、現在は全体が大きな商店街のような感じになっています。八百屋や魚屋などの個人商店の数々に、昔風のジューススタンドがあったり、サキイカを買うために大勢の人が行列を作っていたり、二度漬け禁止の串カツ屋にホルモン焼きのお店、戦前の庶民の味、冷やし飴、人工衛星まんじゅうなど変わったものがいっぱいあって実に面白いところです。ちなみにこのまんじゅうは全国でいろんな呼び名で呼ばれていて、関西圏、東海圏では主に五座候と呼ばれているようです。もともとは姫路で五座候という店が回転焼きとして売っていたようですが、いつしかまんじゅう自体が五座候と呼ばれるようになったようです。多分他の店の回転焼きではなく、五座候のものが欲しいみたいになって、回転焼きイコール五座候ということになっていったんでしょう。姫路を制覇して東進し、明石、神戸、大阪、名古屋と快進撃を続けているようです。しかし、ここ港川新海地では、人工衛星まんじゅうが今も頑強にレジスタンス運動を繰り広げていて、局所的に人工衛星まんじゅうエリアを形成しています。今後の展開にも目が離せません。ということで、最近では寂れてシャッター街になっていることも珍しくない全国の駅前商店街ですが、それがこれほど大きな規模で生き残っていて、しかも大いに繁栄しているというのは異例なことでしょう。地元の人に言わせると、これでも今は寂れた。昔はもっとものすごい数の人でまともに歩けないぐらいだったとのことです。こっちが新海地です。こっちの方はかつて神戸随一と言われていたことを考えると、確かに今はちょっと物足りない感じもあります。しかし非常に面白い町です。新海地は明治40年頃から芝居小屋や映画館、水族館などが続々と開業していき、繁華街として発展しました。現在も寄席や大衆演劇、映画館などがあります。ポートピアならぬボートピアという施設があったり、パチンコ屋が多かったりと、公営から市営まで各種ギャンブルも取り揃えています。他にも猫との和解を迫る的な施設があったり、左翼もあれば右翼もあり、ゴダール特集をやっている名画座に巨大な卓球場、リーズナブルな飲み屋の数々にリーズナブルすぎるホテルなど、なかなかカオスなことになっています。ここは港川公園です。ちょうど北側の港川と南側の新海地の中間にあたる感じのところです。もともとはここを港川が流れていました。つまり現在の港川市場と新海地商店街は昔は存在せず、ただ川があるだけの場所だったということになります。ということで、川の埋め立てから始まる港川新海地の攻防の歴史を追っていきます。幕末神戸が開港した頃、神戸の町と兵庫の町の間に港川という川が流れていました。明治時代の初め頃は、この地図に表心市街の図、兵庫&神戸マップとある通り、まだ兵庫と神戸は別々の町でした。
二つの町は1879年、明治12年に合体して、兵庫県神戸区になりましたが、両者の間には港川が流れていて、実質的にはまだ分断されていました。もともとこの辺は人のいない昼なお暗きジャングルみたいなところでしたが、川の東側は神戸の延長、西側は兵庫の延長みたいな感じで徐々に開発されて、川の両岸も少しずつ賑やかな感じになっていきました。港川は堤防が高く盛り上がった天井川です。川底に土砂が堆積してくると、大雨でも来るとやばそうだな。じゃあ堤防をちょっと高くするか。またやばくなってきた。じゃあまた高くするか。みたいなことを繰り返すうちに、なぜかどんどんやばい雰囲気を醸し出していき、いつの間にか周囲の土地よりずっと高い位置を流れる、やばすぎる川になっていました。最終的に破滅が約束されている感じなんですが、とりあえず今が大丈夫なら気にしないというおおらかで能天気な明治精神を体現した素敵な川だったのでした。ちなみに明治初期にはもう少し東側の方でも川がちょくちょく氾濫するやばい場所に大量の外国人を住まわせていたんですが、雨が降るたびにぐちゃぐちゃになって困りますという外国人たちの苦情で川の付け替え工事が行われるということがあったんですが、当時の人はその洗礼に学ぶということはなかったようです。おおらかな明治人は坂の上の雲を目指して突っ走っていたので、未練たらしく過去を振り返るようなことはしませんでした。ということで1896年、明治29年、港川が氾濫しました。明治になってから5回目の氾濫です。今回は大きな被害が出ました。能天気な明治人たちもさすがにこれではいかんということになって港側の付け替え工事が行われることになりました。神戸港への土砂の流入を防ぐ、神戸兵庫間の交通の分断を解消するなどの狙いもありました。工事は事故が起こったり、いろいろ苦難もありましたが、1901年、新港川の付け替えが終了。この時、港川を西側に流すために作られた港川隧道は日本初の河川用トンネルで、20世紀初めのものとしては世界最大級のトンネルなんだそうです。今も近代の文化遺産として残っていて、時々一般公開もされています。工事終了の前年には、港川の川尻一帯の土地が川崎造船所に売却されています。造船所ではやがてたくさんの人が働くことになるでしょうから、港川新海地は実はこの時未来のお客さんを大量にゲットしていたということになります。1905年、旧港川の埋め立ても終了。港川の跡地に新しく開かれた土地、港川新海地が誕生しました。これで兵庫と神戸が地続きになり、港川新海地は新旧2つの大きな町のど真ん中という好立地でガシガシ発展していきます。1907年、明治40年、神戸駅前の相生座が火事にあって港川新海地に引っ越してきました。これがきっかけとなって、以降帝国館、港座など、芝居小屋や映画館が続々と進出してきます。1911年、貿易生産品共進会が開催され、その跡地に港川公園が開園しました。ちなみに日本人は当時からミュシャが大好きだったようです。現代のアニメなんかもそうですが、二次元的な浮世絵っぽい絵が日本人の好みに合うんでしょう。1913年、集落館、港川新海地を代表する劇場がオープン。淀川長春さんが日本の誇りと言っていた劇場です。淀川さんはこんな風に語っています。集落館、メイラン・ファン、アンナ・パブロワ、ルス・セント・デニスのデニショーラン舞踏団はじめ、世界最高がこの舞台に立った。フレッド・アステアに会った時も、神戸でパブロワの舞台を見たというや強制を挙げた。イントレランスの上映。車数台が詰めかけ、パブロワ上演の際は人力車がいっぱい劇場前に客待ち。キネマクラブ。ここは力前支配人のアイディアで、オーケストラボックスが舞台演奏の時は舞台正面に電気仕掛けでせり上がってきた。ここのピアニストのソコロフスキーはこの映画館のスター。西木座、日活系。天井いっぱい花の模様。2階全体手すり付き。もちろん畳敷きに座布団。
真夏は2階天井から大きな白布が揺らめき、客席に緩やかに風を送る。この白布の動きは、2階左側の隅に、終始入れ替わりで案内助手が白布を動かすロープを引いているのである。この映画館の一番にイルミネーションをきらめかした。下から見上げて、左から右へ自転車が走る。これを繰り返すイルミネーション。夏は扇風機もなし。しかも各館ぎゅうぎゅう詰め。客のほとんど着物。このサウナそのままの暑さで夏の神戸新海地は賑わった。客の入れ替えとなるや、ガタガタバタバタ、その下駄の音の賑わい。表の人通りも下駄の音。洋服と靴は、お役人か軍人か西洋人ぐらい。錦座の向かい側にやっこ。ここの天丼のうまいこと。キネマクラブの前の横路地にわらじ。安いことで人気。もう一つ横筋に入ると古月。ここの汁粉のうまさ。栗汁粉。ああ、うまい。とのことです。わらじと古月はわかりませんが、やっこはここにあります。錦座ではなく、キネマクラブの向かいです。あと、このびっくりぜんざいがここです。食堂の花屋はこんな感じ。スケート場。やけにモダンな感じです。砂川レコード店。この店はなんと21世紀に現存しています。この辺りはいつも大勢の人で賑わっていて、アン・ルイスさん、野口五郎さんなど、売り出し中の新人歌手がよく店先でコンサートをしていたそうです。この横の駐車場が相生座があったところ、港川新海地発展のきっかけとなった記念すべき場所です。1914年、港川公園で大正天皇の即位記念事業と銘打ち、第2回貿易生産品共進会開催。1918年には富山県で米騒動が起こって一気に全国に拡大。神戸でも港川公園に集まった群衆が暴徒化して、鈴木商店を襲ったりしました。この騒動をきっかけに米を適正価格で流通させるために全国6都市に公設市場が設けられ、神戸では港川に中央公設市場が設立されました。これが今に続く港川市場の始まりです。1921年、港川の土手だった場所にドバッと穴を開けて港川トンネルが作られました。兵庫神戸間の交通がますます便利になりました。こうして徐々に神戸と兵庫が一つの大きな町という感じになっていきます。1924年、戦前の神戸の象徴、神戸タワーが完成。こうして港川新海地は日本有数の繁華街にして神戸を代表する観光地の一つとなり、名実ともに神戸の中心になりました。東の浅草、西の新海地という言葉はこの頃のものでしょう。ちなみに東の吉原、西の福原という言葉もあります。他にも神戸タワーが浅草12階に、上野駅が神戸駅にそれぞれ対応していて、確かに街の配置や性質などがそっくりな感じです。1928年には新有電車の港川駅ができました。有馬温泉に行く乗客が殺到してやばいことになったそうです。当時は地上駅で、ここがホームでした。現在はホームは地下に移動し、建物も時計が取り外されて、デザイン的にあるべきところにあるべきものがないというちょっと残念な感じになっています。できれば時計を復活させてほしいです。20年代から30年代にかけても港川公園で次々と大きなイベントが開催されます。現代のメリケンパークか東遊園地みたいな感じの場所だったようです。1925年日本兼業博覧会、1928年五体展記念神戸博覧会、1930年大観艦式記念開港博覧会、1935年大南港600年記念観光博覧会、
南光というのは楠木正成さんのことです。港川の戦いで亡くなった正成さんの銅像ができました。彼は天才的な戦略家、戦術家として人気の高い武将ですが、当時は天皇主権の世の中で、元祖尊皇派の侍として今以上に絶大な人気を誇っていました。現在の神戸駅の北口側はちょっと寂しい感じになっていますが、この頃は港川新海地に面した神戸駅北口こそが神戸の玄関口であり、そこから楠木正成を祀る港川神社に参詣して港川新海地に遊びに行くというのが神戸観光の定番コースでした。1936年、チャップリンさんが新婚旅行で神戸に来て港川公園に立ち寄りました。彼は以前にも一度神戸に来ていて、楠木正成を知っていたらしく、日本の英雄だよみたいに奥さんに紹介していたそうです。この時、淀川長春さんは神戸港に停泊中のクーリッジ号にアポなしで突撃して、あっという間にチャップリンと仲良くなってしまったんだそうです。またこの頃、神戸の東側の町外れで何もない場所だったはずの三宮もなぜか発展していました。旧居留地には相変わらず欧米の人がたくさんいて、その影響を受けた元町三宮周辺はモダンなハイカラ産の町としてその後の神戸のイメージを形成していきます。一方、港川新海地は近世の下町の雰囲気も残した雑然とした感じのより日本的な大都会として発展していきます。1941年、日本がハワイのアメリカ軍基地に大規模な攻撃を加えて太平洋戦争が始まりました。日本は最初のうちは絶好調でしたが、徐々に雲行きが怪しくなっていき、神戸の捕虜収容所にいたオーストラリア人は、日本人の持ってくる弁当が最初は豪華だったのに、徐々に質素になっていく様子を見て、自分たちの側が優勢になっているのを感じていたそうです。1945年、空襲で神戸は焼け野原になり、えらいきれいさっぱりしてもうたな。おうち焼けてしもたん？そうらしいわ。ということになって、港側の市場は大部分が消失。新海地も集落館と松竹座を残して焼け野原になり、神戸タワーもズタボロになりました。しかし、港側の公設市場は、戦後は闇市になってしぶとく生き残り、徐々に町が復活して、やがて神戸市役所も港側に移転してきました。1950年、久々に港川公園で神戸博覧会が開催されました。完全に復活した感じです。50年代は日本映画の黄金期とも重なり、映画の街新海地も多くの人で賑わいました。ただ、戦争で被災した神戸タワーはそのまま放置され、有名無実な存在となっていました。塔の下には住所不定無職的な人もいて、ちょっとやばい雰囲気を醸し出しつつもありました。戦前は観光地でもあったはずの港川新海地ですが、すでに旅行者が訪れる場所ではなくなっていたようです。おそらく当時は現状多くの人で賑わっているので、特に気にする人もいなかったんじゃないかと思われますが、現代から振り返ると、繁栄の中にも少し陰りらしきものが見えてきた時代です。港川新海地の玄関口となる神戸駅も実はこの頃にはすでに乗降客数で三宮駅に抜かれていました。1957年、神戸市役所が三宮に引っ越していきました。61年からは映画人口が急激に減少していき、新海地の地盤沈下もはっきり目に見えてきます。63年には神戸タワーに代わる新たな神戸の象徴、ポートタワーが神戸港に完成。68年、長年放置されてきた神戸タワーはひっそりと取り壊しになりました。また阪急、阪神、山陽電車、神戸電鉄の4つの鉄道会社が乗り入れる神戸高速鉄道の新海地駅がこの年にできました。これで便利になって新海地も持ち直すかと思いきや、地下で乗り換えが完結するので逆に素通りされる感じになってしまったようです。神戸電鉄も新海地に乗り入れたので、港川駅で降りて新海地方面に歩く人の流れもなくなりました。71年には市電が廃止。70年代はオイルショックによる船舶不況で海側からの人の流れも減少していったようです。76年、神戸松竹座が閉館。78年、かつて淀川長春さんが文化の噴水、日本の誇りと形容した集落館も閉館。
こうして発展を止めた港川新海地は、当時の街並みをそのまま今に残すこととなったのでした。かつて神戸随一と言われた街は大規模な昭和レトロ街になりました。昭和5、60年代から平成初期あたりは暗くて汚くて怖い街ということになって完全に時代に取り残されていたようです。今はその頃に比べるとかなり持ち直した状態ということのようです。現在の港側の商店街は昭和レトロ街としては異例なほどの賑わいを見せていますし、新海地も混迷を極めた末にやたらと個性的で面白い街にたどり着きました。近代の繁栄や戦後の困窮が今後ますます遠い昔話になっていくにつれて、それらの世界を保存した港川新海地の人気もまた少しずつ復活してくることでしょう。以下、淀川長春さんの引用です。新海地は神戸のパラダイス。気取る人も気取らぬ人も、ここ新海地は神戸の山の手の富豪と神戸の下町のお客のすべてを楽しませて、その楽しさむせ返るばかり。新海地はモダンであれ。新海地はもっと安っぽくあれ。ということで、港川新海地の歴史でした。さよなら、さよなら、さようなら。